あなたって大学どこ出てたっけ？これだからFランはダメなのよ。この数字でいいわけないでしょ？はいつくばっても倍の数字持ってきなさい。あんたら出来損ないはエリートの何倍も仕事して数字取ってくんのよ。ほら行ってきな。国立大卒のエリート部長、鮫島は人を学歴で差別し、理不尽な言い方で社員に絡んでいるのは日常茶飯事だった。社員たちはこの鮫島の暴言に日々耐えるしかなかった。高卒の俺は完全に鮫島にバカにされていた。あんた高卒でしょ？話にならないわ。国立大卒の私がなんで高卒のあんたと話さないといけないわけ？はあ、同じ空気吸うのもやだわ。あんたも田舎に帰ったら？この給料泥棒が。俺に目を合わさず、話す価値もないと高笑いする鮫島。しかし、通りがかったある老人の一言で、鮫島は態度を一変させるのだった。俺の名前は佐竹陽一。俺は施設で育った。ただ、生まれてすぐというわけではなかった。俺は幼い頃母を亡くし、ほとんど記憶がない。覚えているのは、写真で笑う顔だけだった。つまり、途中までは父子家庭だった。最初はどうだったかは知らないが、父は物心ついた時には、酔っ払って夜遅くに帰ることが多く、預けられていた保育園には、お酒の匂いを漂わせて迎えに来ていた。しかしある時から、父が保育園に迎えに来なくなった。幼いながらに自分は父に捨てられたんだと、置いていかれたんだと、絶望したことは未だに覚えている。あの時の絶望と恐怖と不安を6歳だった俺は抱えきれず、父を憎むことで乗り越えた。身寄りのない俺は施設に送られ、その後入った学校ではいじられる学校の標的だった。俺を守ってくれる人はいなかった。一度あまりにひどかったのでやり返したことがあった。でも俺だけが悪いとされ、これだから親がいない子はと言われた。施設長は俺の話なんて聞かずに謝り続け、他の子に影響が出ることも考えろと怒られた。俺はできるだけ早く施設を出て働きたかった。そのため、周りからの雑音を気にしないようにし、勉強にも打ち込むようになった。高校生の時、周りが大学に進学する決断をする中、成績が良くなっていた俺は、先生にいろいろな制度があるからと進学を勧められた。ただ、なかなか難しいことは分かっていたので、俺は就職先も探していた。そんな時に、施設に一人の初老のおじいさんが訪ねてきた。60歳を超えてそうな感じだったが、しっかりとした人で、厳しい目をしていた。そんな人が施設に来るのは珍しかった。里親制度で来る人たちはいたが、ある程度若い夫婦が多かったからだ。しかもそのおじいさんは俺に会いに来たのだという。俺は全く要件がわからず、嫌なことが起きないといいなと思いながら向かった。私の名前は須藤だ。君に聞きたいことがあってきた。もしよかったら、うちに就職しないか。席に着くなり言われ、就職先を探していた俺にとっては嬉しかったが、そんなにいい話があるかと思い黙っていると、須藤は話を続けた。須藤が言った社名は大手の電気会社だった。なぜ自分が？俺は思わずそう質問したが、会社が若返りを図っていて、君のような高卒の子が欲しいと言われた。大手企業に入れるなんて思っていなかったので、断る理由がなかった。俺に何ができるかわからないですが、何でもします。よろしくお願いします。そう言ってやる気満々でいた俺だったが、配属されたのは山奥の支社だった。声をかけてくれた須藤さんは支社で働いていて、俺の教育係となった。会社の本社は東京にあったので、都会で働けるなんて一瞬でも思った俺が甘かったのは反省していたし、誘ってくれたことには感謝していた。しかし、
正直パソコンなどできそうにないこんなじいさんが教育係と思ったが、須藤さんは誰よりも仕事ができた。違う。この前教えた。メモは取ってなかったのか。取ったんですが、どこかに行ってしまって。頭に入ってもない。メモはなくした。それは聞いてないしメモしてないのと一緒だ。そう叱られたこともあったが、休み時間になれば切り替えが早かった。おい、休み時間だ。休憩時間は休憩のためにあるんだ。うまいもん食いに行くぞ。休憩になっても終わらない仕事をしていたり、叱った後はそう言ってご飯をおごってくれたりした。部活をするにも部費などを払えるはずもなかったので、所属したことがなかった俺は、これが体育会系の先輩ってやつかと密かに思っていた。それに支社には施設育ちの自分を差別する人はおらず、歓迎会をしてくれたり、契約を取ると褒めてくれたりした。みんな聞いてくれ。陽一が初の契約を取った。おお、資料作り頑張ってたもんな。そうそう、須藤さんに怒られないように隠れて残業したり。それは内緒です。先輩が教えてくれるって言ったから残ったんじゃないですか。俺に罪を着せるか？まあいい。今日はもともと残業しない金曜だ。来れるやつは俺が飯をおごる。若いやつに合わせて焼肉屋に行くぞ。焼肉だー！そう言って、俺のことを自分のことのように盛り上がって笑顔をくれるみんなに、過去の自分よりも今の自分を見てくれていることに喜びを感じていた。雰囲気がとてもいい支社でみんなで助け合っていた。須藤さんとは何でも相談できる仲になった。20歳になったある日、お祝いにと飲みに誘ってくれた。須藤さんから両親について聞かれ、言いたくなかったらいいと言われたが、初めての酒に救われた部分もあり、俺は初めて人に両親のことを話した。母の記憶はないんです。知ってるのは写真の笑顔だけです。父は毎晩伸び歩いて家にいる時間がほとんどなくて、挙句の果てに自分を捨てていなくなってしまいました。まあ、家じゃなく保育園に置き去りにしたあたり、まだマシだったのかもしれないですが。俺はそう自傷気味に話したが、須藤さんは暗い顔になって言ってしまった。君はそんな父親をどう思っている？愛してくれていたと思うか？愛？ないから捨てたんでしょ。最低な男ですよ。そうか。辛いことを思い出させてしまったな。そう言った須藤の方がなぜか辛い顔をしていたので、俺は焦っていた。でもここに来て過去じゃなくて今の自分が認められることが嬉しいんです。須藤さんのおかげです。そう言うと須藤さんは今度はうつむき、少し涙ぐんでいた。俺はどうしていいかわからず、手に持っていたビールを一気に飲み干し、口の中は苦さでいっぱいになった。その後俺は支社でめきめきと頭角を現していった。基礎をみっちり教えてくれた須藤さんのおかげで応用を聞かせることができたり、子供の頃からできるだけトラブルを避けて生きてきたことが生かされたのだ。相手が望んでいることを早めにキャッチして的確なタイミングでプレゼンをする。そうやっていい成績を収めていた俺は自分の人生に心から満足していた。するとある日、本社へ異動の連絡が来た。俺にですか？なんかの間違いじゃ。そう大声で言って固まっていた俺に先輩が近づいてきて持っていた辞令を覗き込んできた。マジか、やったじゃん。信じられないと思っている俺に先輩がおめでとうって言ってバンバン背中を叩いたので、これが現実だという確信が持てた。お前ならやっていけるさ。な。そう言って辞令を渡していた張本人はニヤッと笑った。俺がやっていけるだろうか。そう不安に思ったが、須藤さんの思いに応えたい。俺が会社に貢献することがチャンスをくれた須藤さんへの恩返しになるのではと思い、俺は頑張ることにした。本社勤務の当日、俺は最初に就職した時よりドキドキしながら初日を迎えた。あの時とは違い、
誘ってくれた須藤さんのような人はいなく、初めて会う人ばかりがいる場所に行くと思うと、緊張と期待と不安に心がどうにかなりそうだった。俺は大きく息を吸って深く吐くと、心の中でよしと自分に声をかけて、死者とは違う大きなビルの中に入っていった。営業一課と書いてある場所に着き、ドアを開けると、俺の気のせいかもしれないが、ひんやりとした冷たい空気を感じた。俺はカバンを持ったまま、おはようございますと挨拶した。が、まだ業務の始まる前だからバタバタしているからだろうか。ちらっとこちらを見る社員もいたが、声をかけてくる人はいなかった。俺は一人、一番奥のデスクまで行くと、ここのリーダーである鮫島部長に挨拶をした。本日付で配属されました佐竹陽一です。ああ、田舎から来たお荷物。なんか臭くない？田舎の匂い？鮫島部長は俺を一別すると、目線をすぐに書類へ向けてしまった。そんな鮫島の態度に周りは無視して、まるでこの状態が目に入っていないようだった。ああ、一応回れ右して名前言って、そこのデスク使って。この前私がちょっと本当のこと言ったらやめた無能が使ってたデスク。人を辞めさせたことをまるで武勇伝のように語り、ニヤニヤとし、俺を脅すような言い方だった。俺は言われた通りにデスクに行くと、周りの社員に挨拶した。本日付でこちらで働くこととなりました佐竹です。よろしくお願いします。しかし、俺の挨拶に答える人はおらず、皆パソコンの画面を見たり、コーヒーを飲んでいた。俺はやっていけるか心配になったが、まずはやれることからやることにした。鮫島は俺だけじゃなく、他の社員にも当たりがきつかった。あなたって大学どこ出てたっけ？これだからエフランはダメよね。この数字でいいわけないでしょ。はいつくばっても倍の数字持ってきなさい。あんたら出来損ないはエリートの何倍も仕事して数字取ってくんのよ。ほら行ってきな。などと理不尽な言い方で社員に絡んでいるのは日常茶飯事だった。ある時、俺にも何か言おうとして、俺に対する情報を何も持っていないことに気づいたようだった。あれ？あんた大学どこだっけ？田舎から来たんだし、高卒だったりして。そう言って知っているのか知っていないのか、俺をバカにしてきた。ええ、高卒ですよ。ただ、この人は人の話を最後まで聞かない癖があるようだった。マジ？嘘でしょ？冗談だったのに。話にならないわ。私バカとは話さないことにしているのよ。時間の無駄だから。はあ、同じ空気吸うのもやだわ。あんたもう田舎に帰ったら？ここでは役に立たないわよ。鮫島はため息混じりに去っていった。1週間が経った日の夜、須藤さんから電話がかかってきて、法事で東京に来ているからと飲みに誘われた。本社はどうだ？なんとかやっていけそうか？いや、ひどいものです。まあ、元凶はあの人なんでしょうけどね。おかげで、社員みんなの目が死んだ魚のようで、活気がなくて。支社と本社でこんなに違うんですね。そうか。お前、やっていけそうか？悪巧みしている悪代官のようにニヤッと笑いながら言う須藤に、俺は同じくニヤッと笑うと、俺は過去を振り返らない。前進あるのみです。やってやりますよ。いや、やりがいがありすぎますね。とビールを飲み干した。須藤さんは少し驚いた顔をしたが、そんなお前ならできる。応援してる。そうにこりと笑っていった後に、俺はあることを告げられた。さらに頑張れると思った俺は、月曜日に向かって気合を入れ直した。次の日、俺は鮫島に書類を持って行った。確認するように言っておいたが、見る様子はなかった。鮫島は相変わらず、俺に存在な態度で
朝の挨拶すらろくに仕返してこなかった。俺は最後まで冷静に対応するべく息を吐くと、さらに声をかけた。今日までお世話になりました。あらやだ、もうやめるの？最近の子はすぐ音を上げるのね。何か勘違いされているようですが、引き継ぎのための1週間が終わりました。今日からはあなたに代わり、俺が部長になりますので。あんた頭おかしくなった？高卒のあんたが国立大卒の私の上司になれるなんて、そんなわけないじゃない。人事通知の連絡が来ているはずです。この書類見てください。そう俺が言ったが、鮫島は確認する素振りなど見せず、また暴言を吐き始めた。無能が、何言ってんのよ。夢でも見たんじゃないの？文字も読めなくなった？君はなかなか面白いね。すると、そこに須藤さんと社長がやってきた。何このじいさん。部外者は立ち入り禁止よ。須藤さんの後ろにいた社長が見えていなかったのだろう。鮫島がそう吐き捨てたところに、社長が顔を青くして駆け寄ってきた。君はなんてことを。この方は前社長の須藤会長だぞ。は？鮫島の顔はポカーンとし、状況が飲み込めていないようだった。そう、須藤さんはこの会社の前社長だったのだ。しかし、今から十数年も前のこと、須藤さんは突然社長を辞任した。須藤さんが社長の頃、鮫島と同じように数字ばかり強要してしまい、精神的に限界を感じて辞めてしまう社員が続出。数字的にはうまくいったが、多くの社員を辞めさせてしまった責任を感じた須藤さんは、自ら社長を引退し、会長となったそうだ。須藤さんは身分を隠して、地方の支社を転々としていた。現場を経験し、会社を良くする方法を探していたのだ。実は俺も、この前まで知らなかった。須藤さんが会長だと打ち明けてくれた上で、ある企てのことも話してくれた。今回のお前の異動はな、俺が命じたんだ。え？今の本社は、俺がいた頃の悪い習慣が残ってる。お前にはそれを変えてもらいたいんだ。お前なら会社を変えられる。俺も頑張るから、お前も一緒にやってくれるか。須藤さんが会長だったということには驚いたが、俺に期待してくれていることが何より嬉しかった。俺でよければ力にならせてください。やってくれるか。俺と須藤さんは力強い握手を交わした。君の言動は佐竹君をはじめ、他の社員から聞いている。学歴で人を判断することなど、パワハラまがいの言動は上に立つ人間としてあってはならない。でも、成績は悪くないですよね。それは私の成果です。鮫島は顔を青くしながらも、自分を正当化しようとした。数字だってそんな良くもないだろう。それに、先日辞めた社員からはたくさんの証言を聞いていてね。もうこれは改善するしかないと思った。会社にね、無能な社員なんていないんだ。そう言って須藤さんは一枚の書類を彼女の手にしっかりと渡した。それには俺が部長となり、鮫島の左遷が書かれていた。彼女はその場にへたり込み、その後ふらふらと歩き出して、一度帰りますと小さく言うと、オフィスから出て行った。鮫島はかつて俺がいた山奥の支社に左遷された。あの鮫島がど田舎でやっていけるのだろうかと思っていたが、案外うまくやっているようだ。ある日用事があり、支社の先輩とテレビ電話をしていると、最後に、ちょっと待ってろと言われ待っていると、鮫島がテレビ電話に移った。佐竹くん、私、ここから再スタートするわ。ここ空気と水が美味しくて最高ね。あんたに田舎臭いって言ったけど、田舎最高だわ。はあ、気に入っていただけたようでよかったです。ここに来るとさ、私ってちっぽけなやつだったなって思ったわ。昔の学歴ばっかにすがりついちゃってさ、かっこ悪かったわよね。まあ、そうですね。はあ
私ね、今の目標、あんたより偉くなることだから、首洗って待ってなさいよ。俺だって負けませんから、うんと上に行ってやりますよ。そう言って笑う鮫島に、俺は少し心が軽くなった気がした。俺はその後、社員の意識改革や向き不向きを徹底的に分析、そしてめんどくさいと敬遠されていた社員間のコミュニケーション作りに取り組んだ。ほら、飯行くぞ。今日は目標達成したから、部長のおごりですよね。しょうがないな。好きなの頼んでいいぞ。そうだと思って、イタリアンの食べ放題予約しておきました。社食じゃないの？部長、ごちそうさまです。職場の雰囲気はかなり良くなり、数字も右肩上がりとなった。そんなある日、俺は初めて自分から須藤さんを飲みに誘った。お前の部、かなり雰囲気変わったな。はい。須藤さんの真似しただけなんですけどね。お前、いつからそんなおべっか上手くなったんだよ。場が和んだ頃、俺はずっと思っていた疑問を尋ねた。須藤さん、どうして俺を採用してくれたんですか？いつか聞かれるとは思っていたんだろう。手に持っていた日本酒をクイッと飲むと、空になったおちょこを見つめたまま話してくれた。実はな、君の父に頼まれていたんだ。君のこと。父から？俺は驚いたが、須藤さんの話は続いた。父は須藤さんの元部下だったというのだ。かつて、君の父にかなり無理をさせてしまっていた。当時は結果が全てだと思っていた。君の父はそれに耐えられずに心が病んでしまった。毎晩飲んで帰るようになったのもそのせいだ。なんとか君を笑顔で迎えに行きたいと思っての行動だったそうだ。俺は初めて聞く父の話にかなり動揺していた。俺の父は酒に頼るようになり、最後は多額の借金を抱えてどうにもならなくなり、最終的に姿をくらまし、会社も辞めたというのだ。君の父が突然辞めてしまったことで、俺は自分を責めた。そして、君の父の居場所を突き止めた。話を聞いて混乱していた俺は一点を見つめていたが、その言葉に俺は顔を上げ、須藤さんを見た。須藤さんは顔を歪め、話すのが辛そうな顔をしていた。父は借金を返すために日雇いの仕事をしていたそうだ。俺に迷惑がかかるから借金の返済が終わるまでは息子のもとに戻れない。もし自分のことを気にかけてくれているなら息子をよろしくお願いしますと言われたそうだ。それで君を採用した。君の父は君を捨てたんじゃない。君のことを愛していたから自分を遠ざけたんだ。俺はいつの間にか涙を流していた。俺は涙を拭うと、今一番聞きたいことを聞いた。答えは須藤さんの態度で分かっていた。それでも聞かずにいれなかった。父は今どこに？須藤は首を振って答えた。数年前に病気で他界してしまった。自分のことは陽一には重荷になるので言わないでほしいと言われていた。お父さんはね、こうも言っていた。陽一の名前を名付けた時の話をいつか伝えてほしいって。太平洋のような大きな子に育ってほしいと、母さんと名前を陽一とつけた。大きな子に育ってほしい。陽一は父さんと母さんから愛され、望まれて生まれてきたんだよ。そう伝えてくれと言われたそうだ。俺は言葉が何も出なかった。ただ子供のように涙が止まらず、須藤さんは俺が落ち着くまで静かに待ってくれた。俺は名前に恥じないよう、過去にとらわれずに大きな志を持って生きていくことを誓った。俺、頑張ります。この名前に恥じないように。いつか母さんと父さんに会えた時に、俺の名前を自慢げに呼んでもらえるように。そう言って笑うと、
今度は須藤が泣き始めた。その日は二人で泣いて笑って泣いて、明日からまた頑張ろうと二人で言い合った。俺は過去を思い出すとき、いつもグレーか黒の無機質な色をしていた。でも、ほんの少し暖かい色が加わったような気がする。そして色とりどりの色を、今日も精一杯生きていく。こっち来ないで。痴漢、変態。と、涙目で俺を睨みつける彼女。ちょっと待って。飲み屋で一緒になった美人女性と泥酔し、一夜を共にしてしまった。俺はとりあえず自分の着ている服とベッド脇に置いたゴミ箱の中身を確認して、ひとまずほっと息をついた。とりあえず、やましいことはないから安心して。俺の行動に一瞬考えてから、はっとして顔を真っ赤にする女性。これが俺と彼女の出会いだった。今思えば最悪の出会いだった。しかし、この出会いがまさか俺の人生を大きく変えることになるなんて、この時の俺は知る由もなかった。俺の名前は柊圭、37歳。SNS や動画コンテンツのコンサルタントを中心とした会社を経営している。会社といっても、従業員は大学時代からの仲間内が中心で、会社の登録として俺が代表となっているだけの小規模なものだ。会社の利益は上々と言いたいところだが、同業者の多いこの業界では弱小も弱小、赤字続きというのが正直なところだ。俺を含め、皆この仕事一本で生計を立てるのは難しく、個々で副業をしている者も多い。まともに生活できるだけの収入になる職をと考え出す年齢でもあるアラフォー。今日もまた一人、大学からの友人が別の仕事に転職するからと、俺に決別の意思を伝えてきた。引き止める俺に対し友人は、悪いな、いつまでも面白いだけじゃ食ってけないよ。そう苦笑いで告げた。友人の言葉を思い出しながら、俺は大きくため息をつく。やっぱ潮時なのかな。珍しく弱気だね。はい、スパイシータコスとメスカルお待たせ。カウンター席でラムソーダの空いたグラスを片手に、頬杖をつく俺の前に、大ぶりのタコスが乗った皿と、木の実でできたヒカラと呼ばれる手記に継がれたメスカルのストレートが置かれる。カウンター越しに声をかけてきたのは、メキシカン居酒屋のオーナーであり、俺の友人だ。小さな個人店が集まる少しディープな飲み屋街。小さな店だが、土地柄テナント料は安くない。酒も飯もうまく、飲み屋街の雰囲気とマッチしているこの店は、割と繁盛しているらしい。お前はいいよな。自分の店持って繁盛してうまくいってて。おかげさまで楽しく仕事してるけど、それなりにストレスも、先々の不安もあるのよ。でも好きなことやって食うに困ってないだろ。羨ましいよ、ほんと。まあね。でも俺からしたら、柊の方が羨ましいよ。人の上に立って会社切り盛りできるってすごいことよ。友人のこの物腰柔らかく、相手を上げてくれる会話も客には居心地がいいのかもしれない。それがうまくいってないから、こんなとこで一人酒に浸ってるのわからん。おっと、こんなところで悪かったね。週一で来ちゃうほど好きなくせに。そんな会話をしながら、他の客の料理を手際よく作っていく友人に、それなぁと笑うと、出されたタコスにかぶりつき、メスカルに口をつけた。辛くて複雑なスパイスが香るタコスと、蒸留酒独特のスモーキーな香りがよく合う。このうまさに病みつきになり、俺はここに通っているのだ。俺がタコスを頬張っていると、お兄さんと後ろから声をかけられ、目を向けた。立っていたのは、片手にメキシカンビールの瓶を持った20代後半とおぼしき女性。猫目気味の目元と小ぶりな鼻、そしてにっこりと笑う口元。決して派手ではないが、整った顔立ちでショートカットがよく似合っている。かわいい。俺は思わず、頬張っていたタコスをゴクンと咀嚼せずに飲み込んだ。女性は見つめたまま何も言わずにいる俺を気にすることなく、ここ座るねと隣の席に腰を下ろした。
お兄さん、もしかして経営者さんなの？そこ座ってて話聞こえたからさ。カウンターの後ろの小さなテーブル席を指さす。どうやら、この女性も一人酒を楽しんでいたらしく、テーブルにはすでに3本のクラフトビール瓶が置かれている。まあそうだね。何のお仕事？少し舌足らずな喋りをするのを見るに、だいぶ酒が回っているようだ。SNS とかのコンサルタントだよ。私もそういうお仕事してました。瞬きを数回して、嬉しそうな声を上げる女性は、ほらこれ見てとスマホを取り出した。画面には動画サイトのチャンネルが映し出されている。投稿されている動画は毎回10万回以上。最高再生数は100万回超えのそこそこに人気のチャンネルだ。これ、私が携わったチャンネルなんですよ。ニコニコと話す女性は、あとこれと他にも手掛けてきたというチャンネルや SNS アカウントを見せてくる。どれもそこそこ人気のあるものばかりで、コンテンツもジャンルも豊富だ。どれも再生回数も伸びてるし、すごいじゃないか。簡単の声を上げる俺に、でしょうと嬉しそうに笑い、自分が手掛けたという仕事について話す姿はとても楽しそうだ。笑顔が可愛い人との酒はうまくて、俺も手元のメスカルが進んでいく。でもさっき、お仕事してたって言ったよね。もうやってないってこと？この質問に、女性の顔から笑顔が一瞬で消えた。あ、やばいこと聞いたかも。そう俺が思った時にはすでに遅く、女性は持っていた瓶をぐいっと煽り、ビールを飲み干すと、一転してムスッとした表情で話し出した。全部担当外されちゃって、頭きたからやめました。急な機嫌の効果に驚いたが、それよりも吐き出されたセリフに興味が湧いた俺は、興味に抗えず、さらに問いかけてしまった。なんで？これだけいい仕事できてるのに担当外されたって、なんかミスでもした？いえ、本当は私が考えた企画なんですけど、盗まれてしまって、全部自分の功績だって言って、今までの企画案から何から奪っていったんです。あの子。俺の質問は不機嫌に拍車をかけてしまったようで、空瓶を握る手がわなわなと震えている。あの子？そう。企画もクライアントのことも考えていないくせに、全部自分が考えたんだって。口ばっかり上手くて、みんなあの子の言うこと信じちゃって。どうせ私の言うことなんて聞いてもらえなく、話す途中から徐々に声に力がなくなっていったと思ったら、今度は子供のように泣き出した。情緒不安定かよ。酔っ払いのざれ言なのか、結局あの子がよくわからないまま。俺が泣き出した女性に困っていると、カウンター越しにチェイサーの入ったグラスが置かれた。お前んとこで雇ってあげれば、と、チェイサーを置いてきた友人は言い出し、にっこりと笑顔を浮かべている。こいつ絶対面白がってるだろう、と、顔が歪んだ俺と対照的に。女性は泣くのをピタッとやめ、雇ってくれるの？と食いついてくる。いや、俺はそんなこと一言も。言いかけて、いや待てよ、と思考を巡らす。彼女の今まで担当してきたという話が本当なら、こんな有能な人間をみすみす逃すのはもったいないんじゃないか？そもそも、破綻寸前のような会社だ。今更失敗しようがなんだろうが、やってみないよりやってみた方が面白いではないか。この時の俺は、冷静なふりして、度数の高いメスカルで結構酔っていたのだろう。俺と一緒に働いてくれるかな。まるで口説くように、極上の笑顔で問いかける。その問いかけに、一瞬きょとんとした顔をした女性は、パッと今日一番の笑顔を浮かべ、いいともーと懐かしの掛け声で返事を返してきた。その返事にずるっと力が抜ける。ジェットコースターのような酔っ払いの情緒に呆れてしまうが、社長ありがとう。これからよろしくお願いします。と、へにゃりと笑った顔が可愛くて、俺もつられて笑ってしまった。翌朝。キャー！俺は、甲高い女性の声で目覚めた。ちょっとくるまっていたシーツを奪い取られ、ベッドから強制的に落ちる形になった俺は、受け身も取れずに床に落ちた。誰ですかあなた。なんでここにいるんですか？
床に落ちた俺を心配するどころか、奪ったシーツで体をくるみ、俺から距離を取る女性。俺は腰をさすりながら、きょろりと部屋を見渡すと、ズキリと頭痛がしてこめかみを押さえた。なぜか、俺の手には空のビニール袋が握られている。なんでって、ここ俺の家。ここ私の家じゃ。なんで？状況が飲み込めず混乱している女性に説明したいが、起床したばかりで二日酔いを起こしている俺の頭も、まだ回転が悪い。俺が立ち上がると、こっち来ないで！痴漢！変態！と、涙目で俺を睨みつける彼女。ちょっと待って。俺はとりあえず自分の着ている服と、ベッド脇に置いたゴミ箱の中身を確認して、ひとまずほっと息をついた。とりあえず、やましいことはないから安心して。俺の行動に一瞬考えてから、はっとして顔を真っ赤にする女性に、とりあえず、水でも飲む？と、できるだけ冷静な風に声をかけ、キッチンに向かった。水のついでに、朝の日課になっているコーヒーを飲もうと、コーヒー豆の袋を開ける。ふわりと、コーヒーの香りが鼻をくすぐり、はっきりと目覚めてきた頭で、昨日のことを順に思い出していく。昨日は、あの後二人ともいい具合に出来上がって、その勢いのままもう一軒と、近場の立ち飲み屋に行ったはずだ。さらに話が盛り上がり、すっかり終電を逃した女性は上機嫌で、社長の家で飲みましょと、徒歩圏内にある俺の家を指定してきた。酔っていた俺の頭には、スウェーデンの文字が浮かび、コンビニで酒とつまみを買うのもそこそこに、危機として家に連れ込んだのだ。が、家に着いて早々、気持ち悪いと青い顔になった女性に、俺は先ほどまでの頭を締めていた、横島な考えが吹っ飛び、慌てて介抱する羽目になった。落ち着いてそのままベッドで眠る女性を見て、疲れ果てた俺もいつの間にか、隣で眠ってしまったようだ。おそらく、ベッドで吐かれるのを恐れて、無意識にビニール袋を握りしめて寝ていたのだろう。いい年して何やってんだ俺は。俺はアホすぎる自分の行動に呆れると同時に、何事もなかったという事実を思い出し、安堵のため息をこぼした。水の入ったコップを渡しながら、昨日のことどこまで覚えてる？と問いかける。先ほどより幾分か落ち着いた様子で、それでも若干の警戒心を残したまま、おどおどとした様子でコップを受け取った女性は、ビールを3本開けて、からほとんど、と気まずそうに顔を背けた。マジか。じゃあ俺と仕事の話して、俺の会社に勤めるって盛り上がってたのは覚えてない感じ？はい。いえ、あなたに声をかけたのはなんとなく覚えてるんです。で、すごい楽しかったんですけど、内容までは。すみません。私酔うと知らない人にぐいぐい声かけちゃうことがあるみたいで。記憶がなくなるほど飲んだのは、さすがに初めてなんですけど。今目の前にいる女性は、昨夜の人懐っこさが嘘のように、視線をそらし静かに喋る。本人の言うように、酒で人格が変わるタイプなのだろう。これはこれで、女性の酒癖が心配だが、今は覚えていない方が色々とありがたい。俺は昨日友人の店で話した内容と、その後、今に至るまでの経緯を説明した。聞き終わると、女性は申し訳なさそうに、とんだご迷惑を、本当にすみません。ベッドまで使わせてもらって、しかも服もお借りして、昨日私を介抱してくださったんですよね。いや、彼女が気持ち悪いと言っていたので、背中をさすり続けたのは確かだ。助けていただいたのに、すみません。私ったらなんてことを。彼女が暗い顔をし始めたので、俺は話題を切り替えることにした。君、動画コンテンツ系のコンサルで働いてて、辞めてきたってのは本当？はい。それは本当です。俺は入れたてのコーヒーを継ぎ、ブラックだけど飲む？と、彼女にカップを渡しながら質問を続けた。じゃあ、自分が担当してたっていうチャンネルとかアカウントは？基本的に SNS や動画投稿はコンサルが入っているかどうかは表には出にくい。昨夜仕事の話をした彼女はとても楽しげで、内容も
よくこの業界を知っている様子だったので、酔っ払いのざれ言ではないと思えた。すみませんと受け取ったコーヒーカップを両手で持ち、しばし考えた彼女は、と自分のカバンを探る。クライアントとの契約を見せるわけにはいかないので、証明になるかわかりませんけど、一応構成とか提案してきた内容とか思いついた案は常にこれにメモしてるんです。そう言って取り出したのは使い古した手帳。中にはぎっしりと SNS や動画サイトに関する彼女の案の走り書きがメモされていた。やっぱり俺は君を雇いたい。けど、正直俺の会社はかなり泥船で、給料もそんなに良くないんだけど、副業とか全然 OK だから、君さえ良ければどうかな。酔っ払いの勢いとはいえ、これも何かの縁かなと思うんだ。そう言いながら、名刺入れから一枚の名刺を差し出した。改めまして、代表の柊圭です。俺の今更ながらの自己紹介とスカウトに、名刺をまじまじと見て数秒思案した女性は、背筋を正して、名刺を両手で受け取り答えた。つゆりまゆです。よろしくお願いします。うちに入社が決まってからのまゆさんは、期待以上の働きをしてくれた。彼女の仕事スタイルは、クライアントの希望を汲み取るところから始まる。個人の好みで選ばれる SNS や動画チャンネルは、それぞれ視聴者層が異なる。どの層をターゲットにするかで、どんなコンテンツが好きか、視聴されやすいタイミングなど、把握しておきたいポイントは様々だ。今の世の中、SNS やネットを使えば、情報が何でも手に入ると言っても過言じゃない。でも、彼女は自分自身が生で見聞きして感じたものを取り入れることも大切にしている。ネットだけの情報じゃ他と変わらないと思うんです。だから、今のトレンドをさらに詳しく、人に興味を持たせるなら、さらに鮮度のある生の情報って大事かなって。彼女の徹底したリサーチを怠らない姿勢は素直に尊敬できた。どちらかといえば、静かで人見知りな彼女の性格は、黙々とリサーチをする裏方作業に向いているのかもしれない。ただ、たまにこちらが心配になるほど、アクティブな面も垣間見える。ホラーチャンネルのネタ探しと称して、廃病院に下見に行ったり、女性一人で行かせるには危ない繁華街に行ったりと、行ってきますと、笑顔で出て行こうとするのにストップをかけることもあるほどだ。当の本人は、こちらの心配をよそに、前の会社では、こんなに自由に動けなかったから、今の方が楽しいんです。この会社に入ってから、人前で堂々と話せるようになった気がします。と、嬉しそうに笑うのだ。少人数の会社ゆえに、一人一人ができなくてはいけない業務もかなり多いのだが、それさえも、新たに学べることが楽しいらしい。自分で得た情報を余すことなく提供してくれる彼女の姿勢は、クライアントからの評判も良く、口コミでの評判から、うちの会社を指名してくれる企業も増えていった。俺を含め、他の社員たちも彼女のやり方から学ぶことが多く、やる気も満ちて、会社の内外どちらもいい方向に向いていったと言える。彼女を雇ってから1年経った頃には、赤字続きだった会社の経営はかなり上向きになっていたほどだ。ちなみに、彼女の年齢は35歳。当初思っていた年齢より年上で、その若々しさに驚いた。あの酔っ払ってしまった出会いの日以来、二人きりでの食事はなんとなく避けている。ごく普通に話すし、彼女との話はとても楽しい。だからこそ、俺は彼女を意識してしまっている。普段の彼女は静かで真面目。どちらかといえば地味な女性で、仕事以外の自分の意思はあまりはっきり言えないタイプのようだが、勘違いでなければ、彼女も俺を悪くは思っていない。と思いたい。ただそれが社長としてなのか、一人の男としてなのかがわからず、アクションを取れずにいるのだ。会社の経営がうまくいくと、経営者として、俺自身もいろいろなセミナーや、インフルエンサーや経営者のチャンネルなどにコラボ出演するようになり、SNS や動画サイトの授賞式など、公の場への招待もされるようになった。そんな中、同業者の集まる情報交流会に招待された。交流会といっても、
会議室で行うような堅苦しいものではなく、レストランでの立食形式の食事会だ。俺はせっかくならと、まゆさんに一緒に出席しないかと声をかけた。はじめこそ自分なんかがそんな華やかな場に行っていいのかと戸惑っていたが、今の会社の成功は君のおかげもあるんだよ。それに他の会社から学ぶこともあるだろうと説得すると、それならばと了承してくれた。当日、俺とまゆさんは会場の最寄り駅で待ち合わせをした。先に駅に着いた俺は会場までの道のりをナビアプリで確認しながら彼女を待っていた。6月に入ったこの時期は湿気が多く、夏物の薄手ジャケットでも暑苦しい。俺はジャケットを脱いでシャツのボタンを一つ外した。会場のホテルまでは徒歩で10分以上はかかりそうだ。都内のホテルレストランを貸し切ってのパーティーはドレスコードが設けられている。まゆさんはヒールのある靴だろうからタクシー使うかな。夕方の駅前のタクシー乗り場には何台もタクシーが待機しているので、タクシーアプリを使う必要はなさそうだ。駅前のロータリーを見渡しながら俺が思案していると、コツコツと早歩きのヒール音が近づき、社長お待たせしましたと声をかけられた。あ、いや、俺も今さっき着いたとこだよ。言いながら声の方に振り向くと、俺の言葉は途中で止まりそうになる。目の前に立っていたのは、ブラックのロングワンピースを着たまゆさん。体のラインが出すぎないタイトめなラインが上品で、肩から肌が見えるレースの袖のデザインが女性らしい。ショートの髪を耳にかけ、小ぶりなプラチナチェーンとダイヤのピアスが耳元で揺れている。普段はオフィスカジュアルで地味めなパンツスタイルが多いまゆさんとのギャップのある姿に目を見張ってしまった。変ですか？少し戸惑ったように自分の格好を確認する彼女の言葉に、俺は思わずまじまじと彼女を見てしまっていたことに気づき、ハッとする。不安げに見つめてきた目元がいつもよりキラキラとして見えるのは、化粧もいつもと違うからだろう。普段はナチュラルな化粧だが、どうやら化粧映えするらしい。もともと整っている可愛らしい顔が、化粧により綺麗な女性のそれになっていた。とっても似合ってる。綺麗だよ。素直に感想を述べれば、彼女は頬を少しあからめ、綺麗だなんて、そんな、と、照れたようにうつむき加減に笑う。こんなに華やかに変貌しても、いつも通りの彼女が可愛くて笑ってしまうが、近くを通り過ぎる男の、チラチラと彼女を見る視線が、俺の言葉を肯定している。これ以上他の野郎どもに彼女を見せるのはもったいないので、俺は早々にタクシーにエスコートすることにした。今回の主催者の挨拶から始まった食事会では、名刺交換や挨拶が交わされていく。俺のような小さな会社は、同業者と直接会う機会はそう多くないので、今回はいい機会だ。柊さんですよね。一通り挨拶を終え、ワインを飲み一息ついたところで、目を引く赤いワンピースを着た女性に声をかけられた。はっきりとした顔立ちで、どちらかというと派手めな印象を受ける。綺麗な人だ。デジタル名刺のお渡しをしてもよろしいですか？ありがとうございます。柊です。デジタル名刺の QR コードを差し出され、俺も QR コードを提示した。頂戴します。という女性の受け答えに、パッと見よりもビジネスマナーのしっかりとした印象を受ける。名刺に記載されている会社名と女性の名前に俺は思わず身構えた。御社は最近大変話題ですよね。柊さんご本人もいろいろとご出演されているのをお見かけします。画面や紙面以上にこんなに素敵な方なんてお会いできて嬉しいです。綺麗に弧を描く赤い唇からは甘く鼻にかかったような声。これを喜ばない男はいないだろう。御社のような大手の方々にまで知っていただけているとは光栄です。大手といっても親会社が大きいだけで、うち自体はそこまで大きいわけじゃないんですよ。古い体制のせいもあって、最近では柊さんたちのような真新しく革新的な企画はうちではなかなかできなくて、インフルエンサーの活用もお上手だから、企業クライアントも増えているんじゃないですか。
この女性の会社は、俺の会社と同じ SNS などのコンサルをメインにしているが、親会社は EC 事業やデジタルマーケティング事業をメインとする大手会社だ。褒めちぎってくれているようだが、言葉の端々には大手会社の圧力的なものを感じる。いえいえ、うちはまだまだ若輩者ですから、社員人数も少ないですし、やりたいことをやらせていただけているだけですよ。御社のようなしっかりとした分担ができるわけでもなく、個々の裁量に任せっきりで、私は優秀な社員たちに助けられてばかりです。俺の受け答えがお気に召したのか、伺うように顔を見つめていた女性の瞳が嬉しそうに笑う。社員の方々にまで敬意を払うなんて、経営者の鏡ですね。よかったら、この後ゆっくりとお話ししませんか？企画の出し方や、クライアントの心のつかみ方まで、私もまだまだ勉強不足だと思うところが多くて、二人でゆっくりお話ししながら教えてほしいです。小首をかしげて、上目遣いに尋ねてくる仕草は、女性が自分の女の魅力を十二分に熟知している自信の表れだろう。大変嬉しいお誘いですが、私と二人で会話をしても、つゆりさんのお役に立てるようなお話はできないかと。弊社がここまで躍進できた企画案などを考えたのは、私ではなく社員たちです。俺の返答が予想できていなかったものなのか、一瞬面食らった顔をした女性、つゆりみおさんの表情が引きつる。社長、こちらにいたんですね。そこに、ちょうど他の人たちと会話をしたりで、席を外していた。つゆりまゆが戻ってきた。あ、みお。まゆさんが、俺の前にいるつゆりみおさんの顔を見て、戸惑ったのがわかる。対するつゆりみおさんも、まゆさんの顔を見て、驚いたように大きな目をさらに見開いたが、一瞬でにこりと赤い唇が笑う。あら、誰かと思ったら姉さんじゃない。こんなところで会うなんて奇遇ね。なんでこんな場違いなところにいるの？俺に対する甘ったるい声よりも、トゲのある声がまゆさんに浴びせられる。みおさんは、まゆさんの妹。名刺に書かれた会社名は、まゆさんが昨年辞めた会社だ。珍しい名字なので、彼女がまゆさんの血縁者であろうことはすぐに分かった。どことなく似た雰囲気を感じる姉妹だが、自信なさげで気弱なおとなしい姉に対し、自信に満ちた強い印象のある妹。二人の印象は正反対だ。つゆりさん、先ほどお話ししたうちの優秀な社員の一人が彼女です。特に彼女は優秀で、昨年私が自らスカウトしました。妹の言葉に戸惑い声が出ない様子のまゆさんに代わり、俺が彼女を紹介する。その人が優秀？あは、面白い冗談。柊さんそれ本気で言ってます？その人うちの会社、クビになった人ですよ。違う。解雇じゃなく、自分で辞めたのよ。みおさんの言葉に、まゆさんは小さな声で訂正する。解雇になりそうだから、その前に自主退職したんでしょ。柊さん、この人うちの会社で何したか知ってます？人の企画から何からパクって自分が考えたって言ってたんですよ。全部妹の私が考えた企画なのに。信じられないでしょ？それをみんなの前で私に告発されて、居場所がなくなったからいたたまれなくなって逃げるようにやめたんですよ。ねえお姉ちゃん、連絡つかなくて心配したんだから。周りにも聞こえるくらいの音量で、わざとらしくオーバーに話すみおさんは、先ほどまでの綺麗に作られた笑顔ではない。歪んだ笑顔を浮かべているように俺には見えた。ああ、この妹が、まゆさんの言っていたあの子なのか。第一印象からどことなく感じていた違和感は、それだったのかと合点がいく。嘘ばっかり言わないで。何が嘘なのよ。私の言うことが嘘だって証明できなくて、会社から逃げたくせに。あ、ごめんなさい。せっかく新しい帰省先見つけたのに、本性がバレて失ったら困っちゃうものね。反論していたまゆさんは、顔をずいっと近づけて、言い放つみおさんの言葉の圧に押し負けて、うつむいてしまった。柊さん、気をつけてくださいね。この人また同じこと繰り返しちゃうかも。
今までのこの人の企画案とか見直した方がいいですよ。もしかしたらもう誰かが被害に遭ってるかも。うちの会社、この人のせいで離れていっちゃったクライアントもいるんですよ。柊さんの会社までそんなダメージ受けちゃいますよ。そうなる前に切っちゃった方がいいかもしれませんね。俺に甘い声で心配そうに声をかけるミオさんは、うつむくまゆさんの顔を覗き込んで、さらに甘い声で呼びかけた。ねえ、迷惑かけちゃダメだよ、お姉ちゃん。クラッチバッグを持つまゆさんの白い手がわずかに震えている。お言葉ですが、俺はまゆさんの肩を自分の方に引き寄せた。うちの社員を侮辱するのはやめていただけますか？先ほども言いましたが、うちは小さな会社です。社員一人一人の仕事への取り組みは、私が一番よく見ています。彼女がどれだけまっすぐ、今の仕事に向き合っているかは、見ていればわかりますから。何よそれ。私は親切で教えてあげてるのよ。まゆさんをかばうのが気に入らなかったらしいみおさんの笑顔が引きつる。つゆりさんは、彼女がどのように企画をリサーチし、クライアントと向き合っているか知っていますか？はぁ？だから、人の企画から何からパクって。そんな人じゃクライアントの満足度なんて得られませんよ。クライアントに寄り添い、徹底的にリサーチした情報を提供し、しっかりとバックアップする。それができる人間だからこそ評価されるんです。それは一朝一夕の真似事だけじゃできない。先ほど離れていったクライアントがいるって言ってましたよね。それ、彼女がいなくなったから離れたの間違いじゃないですか？彼女なしのコンサルでは満足してもらえなかったんじゃないですか？肩を抱く手に少し力がこもる。まゆさんは驚きと戸惑いの混ざる顔で俺を見上げている。対して、みおさんの顔から完全に笑顔が消え、俺を寝め上げた。弱小会社が偉そうにうちの会社を侮辱する気？みおさんが感情的に声を荒げたとき、やめなさいみおと男性がみおさんの隣に立った。お父さん、なんで？今日来るなんて聞いてないわ。戸惑うみおさんがお父さんと呼ぶのは、みおさんの会社の親会社の社長だ。まさか、大手の社長がこんな会食に来るなんて予想できず、俺も驚く。ここでは他の方の迷惑になる。個室を用意してもらったから移動しよう。との社長の一言で、レストランの個室へ移動することになった。個室に移動して席に着くと、つゆり社長が話し出す。話はある程度聞こえていたよ。お前は自分自身で自分の会社に泥を塗っていることは分かっているのか？矛先はみおさんに向いているようだ。はぁ？先に会社で不正をしたのはこの人じゃない。お父さんだってこの人がなんで辞めたか知っているでしょ？みおさんは父親の前だからか、先ほどより少し幼い言い方でまゆさんを指さす。違うだろみお。お前にまゆのような仕事はできない。はぁ？何言ってるの？私が考えてきた企画とかが全部うまくいってたじゃない。お父さんはどうせ子会社の内情なんて知らないのよ。親会社の社長だもん。去年姉さんが辞めた時に説明したじゃない。この人が私の案を盗んで問題視されて辞めたんだって。確信をつくようなつゆり社長の言い方に、みおさんが焦ったように言う。確かに、子会社の経営や人事、業務分担にまでは私は関与していない。でも、自分の子供のことがわからないほど、私はお前たちを見ていないと思っているのか？つゆり社長がそう言って、みおさんをじっと強い目で見つめると、みおさんは押し黙った。まゆが会社を辞めたとお前から聞いたときに、私はまゆからも話を聞いたんだ。まゆさんは、今まで考えてきた企画やノウハウを、すべて妹であるみおさんに譲っていた。もちろん、自分で出したいのだと思っていた企画もたくさんあったが、その度に、そんなおどおどした態度で気弱にプレゼンするの？私が表に出した方が印象がいいんだから、姉さんは私に任せておけばいいのよ、と、みおさんに言いくるめられていたという。少し控えめな印象を受ける姉と、パッと目を引く魅力のある妹。姉妹の印象は全く異なる。
常に自信があり、人前でのプレゼン力があるミオさんに、まゆさんは引け目を感じていたらしい。自分が表立ってやるよりも、妹がやった方が会社のためにもうまくいくはず。そんな時、まゆさんが担当しているクライアントの動画が今までで一番バズった。その功績はまさにまゆさんのおかげと言ってもよく、みおさんはそれが面白くなかったのだ。そのクライアントも私の担当にしてよ。企画案とかは今まで通り姉さんが考えてくれればいいから。ジュースを買ってこいというような軽い言い方に、さすがのまゆさんも納得できなかった。このクライアントさんは、私が立ち上げから携わった信頼関係があっての今よ。この担当だけは変われない。従順だと思っていた姉が、初めて妹に歯向かったのだ。今まで自分の思うように動いてくれていた姉から、急に突き放され、みおさんは我慢ができなかった。つゆりまゆが担当してきたものはすべて私。つゆりみおが考えてきたものを盗んだものです。もともと会社での二人の立場は、みおさんの方が他の社員に慕われているところがあった。口がうまい妹と口下手な姉。親会社の社長令嬢という大きすぎる肩書きは、まゆさんには肩身を狭くするものだった。常に周りに期待され、監視されているような怖さがあったのだろう。そんな姉の性格を知っていての、私は姉さんの味方だよ。優しげな妹の言葉は、ますますまゆさんを孤立させていた。そこからのみおさんの裏切りは、まゆさんの周りに誰も味方がいない錯覚に陥らせ、耐えられなくなったまゆさんは会社を去った。まゆの話を聞いて、無理に引き止めるべきじゃないと思ったんだ。まゆは私の会社にいることで自由に仕事ができないのなら、外でのびのびとさせてやりたいと思って、それ以上の干渉はやめた。だがみお、お前とは、まゆが辞めた時にちゃんと話をしておくべきだった。お前のやり方では誰もついてこない。お前のやり方は全部自分だけが与えられる立場でしかないんだ。なぜまゆが担当していたクライアントの契約が打ち切られていくのか考えたことはあるか。つゆり社長の静かな問いかけに、イライラした様子のみおさんが、知らないわよとふてくされたようにつぶやく。お前は、コンサルとして大切な、人に何かを与えるという役目を果たしていないからだ。仕事以外もそうだ。お前は小さい頃から人に何かを与えるということができていない。自分は与えてもらう側の人間だと思っているからだ。仕事において、それは致命的な欠陥だ。私が姉さんに劣っているっていうの？表だってはっきりと言えない、できない姉の代わりに、どれだけ私が矢面に立ってきたと思ってるのよ。欠陥という言葉に、みおさんがわなわなと震え、怒りの声を上げる。前には出ないくせに評価されて、喋ることしかできない私は仕事ができないみたいじゃない。私がどれだけ表立って頑張ってきたと思って。荒げていた声はどんどん震えていき、ついには涙声になっていった。それまで黙っていたまゆが一瞬唇を噛み、口を開いた。みお、ごめん。父さんもごめんなさい。私、会社で自分ばかりが重圧を与えられてるって勘違いしてた。みおがみんなの前で堂々と喋れて、注目されることが大丈夫な人間なんだって勝手に思ってた。だったら、私は好きに考えるだけのことに集中して、自分ができない嫌なことは任せればいいって。私は、ミオに与えるんじゃなくて押し付けてた。ミオさんの大きな瞳で、なんとか溜まっていた涙が、まゆさんの言葉で、ボロボロとこぼれ落ちる。お姉ちゃんはいつもそう。すぐに謝るの。私に。私が悪くてもいつも。みんなお姉ちゃんに期待してた。それを達成できるだけの実力があるのに、いつも自信なさげで、私にないものばっかり持ってるのに、それを分かってないお姉ちゃんにムカついたし、羨ましかったの。だったら、全部私がやってやるって。結局、お姉ちゃんみたいにはできなくて、失うものの方が多くて。ミオ、謝っても遅いのは分かってる。でも、ごめんなさい。
そう言い終わると、子供のようにしゃくり上げて泣き出した。まゆ、私はお前に姉だからというだけで、無意識にいろいろ背負わせていたのかもしれない。お前がそれに耐えられないならと、今度は勝手にミオに背負わせようとしていた。二人の仲がこじれるまで何も気づいてやれなくてすまなかった。つゆり社長はミオさんの頭に手を置き、そっと撫でる。そんな彼女の様子を黙って見ているしかできない俺に目線を移すと、柊くん、巻き込んでしまってすまないね、と声をかけてきた。まゆがお世話になっているようだね。ありがとう。言われて、俺は慌てて頭を下げる。いえ、とんでもありません。まゆさんにはとても助けられていて、お礼を言わなければいけないのは私の方です。まゆから君の会社の話は聞いていたんだ。今の会社の功績は、君が代表としてしっかりと社員を見れているからこそだ。さっきミオにはっきりと物申してくれた君の姿で、そう思ったよ。まゆ、今お前は幸せかい？問いかけられたまゆは、俺の顔を見てから再度、つゆり社長に向き直り、はい、前以上に楽しく、私らしく仕事ができて幸せです。彼の、柊社長がいてくれるおかげで、笑顔を向けられたつゆり社長が、そうかと満足げに小さく、だがどこか寂しそうにつぶやく。柊くん、まゆをよろしく頼むよ。俺はまっすぐに、つゆり社長の目を見て、はいと返事をした。それから、俺の会社は相変わらず、少人数で慌ただしく回しているが、順調そのものと言っていい。最近では、つゆり社長からの紹介など、さらに業務は拡大しつつある。妹のみおさんはというと、つゆり社長から、辛ければ会社を辞めても構わないと言われたのが逆に、彼女の負けん気に火をつけたのか、私は、ここで姉さんより成功する。ちゃんと自分で向き合うって決めたから、と決意を固めたようだ。俺とまゆさんの関係はというと、曖昧だった二人の関係は、未だはっきりと名前がついていない。仕事が忙しいというのもあるが、あの日以来彼女を夕食に誘ったりと、二人での時間は増えているのだ。しかし、仕事以上の関係をまゆさんが望んでいるのかと、自信が持てないでいる。はっきりしないまま夏が過ぎていった。今日は仕事の終わりが一緒だったため、まゆさんを誘い、友人のメキシカン居酒屋を訪れた。二人で一緒に訪れるのは、実はあの出会った日以来だ。暦の上ではすでに秋なのに、まだまだ蒸し暑い夜が続いている。スパイスの効いたメキシカンタコスとビールがうまい。俺はいつものメスカルを飲まず、未だビール一本目も飲み終えずにいる。今日は酔わない。酒の力はダメだ。いつも通りのつもりでも、俺の少し気負った感じが伝わっているのか、まゆさんまで酒の進みが遅い気がする。今日は暑いから、これサービス。ごゆっくり。と、テキーラのショットを俺とまゆさんの前に置いた友人の顔が、嫌に楽しそうなのは気のせいではない。余計にぎこちなくなった空気に負けて、テキーラのショットに手を伸ばしそうになった時、あら、姉さんと柊社長じゃないですか？奇遇ですね。店に入ってきたのはミオさんだった。おう、ミオちゃんいらっしゃい。と、友人が知った顔と言わんばかりに声をかける。あの日以来、姉妹はたまに食事をするようになり、まゆさんがこの店にミオさんを連れてきたらしい。ミオさんのお気に召したのか、一人でたびたび来ているのだという。仕事終わりに二人で食事なんて仲いいのね。にんまりいたずらに笑うミオさんに、まゆさんが、ミオ？からかわないで。別に社長とはそう言うんじゃないよ。と受け流す。あ、やっぱり脈なしなのか。いい感じだと思ってたの、俺だけか。さらりとした受け流し方に、俺が表情には出さず落胆していると、ミオさんが、ふーんと、つまらなそうに唇を尖らせる。じゃあ、私が柊社長を狙ってもいいわよね。急に、俺の腕に腕を絡ませてきたミオさんに、俺はリアクションに遅れ、固まった。ねえ社長、私あれから頑張ってるんですよ。今日も自分の足で
いろんなクライアント回ってて、今の私なら社長の横で頑張れるかもしれません。私じゃダメですか？こんな美人に品だれかかられて、袖にできる男がいるのなら教えてくれ。むしろ、鼻の下が伸びない俺を褒めてくれ。返答に困っている俺の横で、ダンと空のショットグラスが置かれた。社長、飲んでください。ショットを飲み干したまゆさんが、俺にショットを渡してくる。いいから飲む。はい。勢いに負け、俺はぐいっとショットを煽る。喉から胃にカッとする熱が走った。よし、マスター、お会計。そう言って、さっさとお会計を済ませたまゆさんは、行きますよと俺の腕をつかみ、社長だけはあげないと、みおさんに捨て台詞を吐いた。まゆさんらしからぬ自分の意志を押し通す強い言い方に、唖然としている俺とは対照的に、みおさんと友人は笑いをこらえるのに必死な顔をしている。頑張って、とひらひらと楽しげに手を振るみおさんに見送られ、俺とまゆさんは店を出た。まゆさん、ちょっとどこ行くの？腕をつかみ、ずんずん歩く彼女に俺が声をかけると、ぴたりと歩みが止まる。くるりと振り向いたまゆさんの顔は真っ赤に染まっていて、俺の心臓がどくりと音を立てた。ねえ、さっきみおさんに言ったの？私、待ってるんです。社長から言ってくれるの。恥ずかしさに耐えるように早口で言うまゆさんに、俺は確信を持つ。俺と付き合ってくれる？遅いです。お酒の力借りちゃったじゃないですか。少し潤んだ猫目がたまらなく愛おしい。酔ってる？まだ酔ってないです。社長は？緊張しすぎて酔えなかった。うちで飲み直す？今度は俺がまゆさんの手をそっと握る。うん。小さな返事とともに握り返された手の感触に、俺は自分でもだらしなく笑ってしまっているのがわかる。社長、わかりやすいですよね。そう言って笑ったまゆさんの笑顔は最高に可愛い笑顔だった。人はもらうばかりでは幸せになれない。俺に幸せを与えてくれる彼女に、俺も彼女に与えられる精一杯の幸せを与えたいと思う。おお、中卒くんじゃないか。相変わらず貧相な格好してんな。まあ、今日ぐらいは高いワインを恵んでやるよ。同窓会で学生時代俺のことを貧乏と馬鹿にしていた同級生に再会した。もう二人ともいい大人だというのに、あろうことか俺を見つけると、その同級生は手元のワイングラスを俺の頭上に掲げ、ワインを浴びせてきたのだ。芳醇な香りが全身に染みつき、気分は最悪だ。どうだ？中卒くんも高級なものを目いっぱい味わえて幸せだろ？はっはっはっは。こいつはあの頃から1ミリも変わっていない。俺は怒りを通り越し、失望感でいっぱいになった。俺、決めたよ。決めた？何が？馬鹿にしたような同級生に、俺はある無情な宣告を言い放った。すると、同級生は目を見開き、顔はみるみるうちに青ざめる。さあ、俺の反撃をたっぷりと始めようじゃないか。俺の名前は福沢清。自営業の父と専業主婦の母というごくありふれた家庭環境で育った俺は、特にこれといった苦労もなく、小学生の自分など、学校から帰るやランドセルを放り投げ、友達と一緒に近所の公園で日が暮れるまで遊び回っていたものだ。だが、俺が中学生に上がった頃、父が家に帰らなくなってしまった。仕事柄、俺が寝静まった頃に帰宅し、早朝家を出るという生活をしていたこともあって、父が家にいないのは当たり前のことだと思っていた。それでも貴重な休日には家族で近場をドライブしたり、遊園地に遊びに連れて行ってもらったりと、それなりに家族サービスをしてくれていた。そうして完全に母と二人だけの生活が始まったのだが、母さん、大丈夫？夜遅くトイレのために起きてくると、
母が家計簿を見ながら何度もため息をついている。大丈夫よ。あなたは何も心配しなくてもいいから。そう笑って話すものの、その顔はすっかりやつれきっていた。最近になり食卓の様子が変わった。おかずが一品減ったことと、今までは当たり前のように出ていた果物が姿を消したこと。毎朝持たせてくれるお弁当も白飯に漬物や佃煮を申し訳程度に添えてあるようなものばかりが増えていった。そんなある日、そんな貧相な弁当を横川に目撃されてしまい、それから何かと絡んでくるようになった。お前んとこの親父、家族を残して夜逃げしたんだってな。父さんから聞いたよ。それだからそんなダサい弁当持ってくるようになったんだな。笑っちゃうよ。そう言って笑いながら取り巻きたちと一緒に馬鹿にしてくる。俺は怒りのあまり思わず手を出したくなったが、脳裏に母の笑顔が浮かんだ途端、握り拳で耐えた。母さんを困らせることはしたくない。横川はこの地元では有名な食品会社である横川商事の社長息子であり、学校内では貧困法制な生徒として教師から一目置かれている存在だ。だが実際は社長息子であることを鼻にかけ、金と父譲りの人脈に物を言わせるとんでもないやつだった。そんな彼に立てつけば自分がターゲットにされる。それを恐れたクラスメートたちはいつしか俺に近づかなくなり、俺への仕打ちも見て見ぬふりをするようになっていった。それをいいことに横川のからかいは徐々にエスカレートしていった。そしてとうとう俺は我慢の限界を超えてしまった。いつものように昼食時間となった。俺はいつものように誰も通らない階段の隅に座り、弁当を食べていたのだが、よう、貧乏の福沢くん。横川。横川がニヤニヤ笑いながら俺に近づいてきた。俺はいつものように無視を決め込んでいたのだが、そのことを気に食わない横川が思わぬ行動をとってきた。さすが、貧乏人の弁当は相変わらずまずそうだな。そう言って、弁当箱に手をかけようとしてきたのだ。おい、何すんだよ。俺は思わず横川の手を思いっきり払った。お前。ごめん。でも、お前がいきなり手を出してきたから。すると、横川が俺の弁当箱をかっさらい、それを思いっきり床に叩きつけたのだ。ご飯と昨日の残り物だという肉じゃがが無残な形でぶちまけられている。母の悲しそうな顔が浮かんだ。お前、何すんだよ。そう言って、横川の胸ぐらをつかむ。お前、殴れんのか？殴ったらどうなるかわかってるだろうな。勝ち誇ったような表情の横川を見て、俺は我慢していた気持ちが吹き飛んだ。気がつくと、俺は横川に馬乗りになっていた。横川の端正な顔は、ところどころ赤く腫れ、唇の端が切れていた。二人とも呼吸が荒い。ただじゃおかねえからな。そういう横川の声は震えている。おい、お前ら何してるんだ。騒ぎを聞きつけた生徒指導の先生がものすごい形相で叫んでおり、俺たちを指導室まで引っ張っていった。申し訳ありません。母は真っ白な顔で何度も頭を下げた。困りますよ。この校内で喧嘩騒ぎを起こされたら。体育教師特有の黒光りした顔とギョロッとした目が俺たちを睨みつける。俺が何度も理由を話しても、先生は全く聞く耳を持ってくれず、それどころか横川の嘘で塗り固めた話が絶対だと信じ、全面的に肩を持っている。横川は自分がやったことを棚に上げ、いかに俺が暴力的な人間であるかをこれでもかとこき下ろしてきた。さすが地元名手の息子は、それだけで徹底的に担ぎ上げられ、何の咎めも受けないのだ。あまりにも理不尽すぎる現実に、俺はひたすら耐えるしかなかった。
地獄のような指導が終わり、母と共に指導室を出ようとした俺の背中に、先生が吐き捨てるように言った。暴力ばかり振るうお前が、どういう大人になるのかが心配だよ。そんなんで、まともな人間になれるのか？今に見てろ。だが、そこに拍車をかけるように、俺たちの生活はじりじりと厳しい状況になっていき、母のパートだけでは生活が立ち行かなくなっていった。母は先般の横川との暴力騒ぎでも、最後まで俺の話を信じてくれた。どんな時でも優しい母に、俺はこれ以上苦労をかけたくなかった。そうして俺は、そんな母を少しでも楽にしてあげたい一心で、高校進学はせず、働く決意をしたのだった。それから数十年の時が経った。日々、せわしなく季節は巡り、社会は目まぐるしく変わっていくと同時に、世の中は次々と便利な機能に溢れていく。気がつくと見慣れた街並みがガラリと変わり、苦く暗い青春時代は遥か彼方へ消えつつあった。中学の同窓会のお知らせが来たのは、そんな頃のことだ。その手紙が目についたとき、俺の脳裏には横川がにやりと口角を上げたあのいやらしい表情が蘇ってきた。あいつも間違いなく同窓会に来ることだろう。正直気乗りはしないものの、お互いいい年した者同士、今更つまらないことでふっかけてくるようなことはしてこないだろう。そう思い、俺は同窓会に出席することに決めたのだが、キヨ、久しぶり、元気そうだな。クラスメートからあだ名で呼ばれ、その瞬間、中学時代のあの頃に戻ったようだった。暴力騒ぎで離れてしまった奴が大半を占める中、変わらず仲良くしてくれた同級生も少数ながらおり、彼もその一人だ。お前ずいぶん老けたよな。すっかり貫禄がつき、せり出た腹をさすりながら彼は言う。お前もな。そうして近況も交えつつ、思い出話に興じていると、あれ？お前も来てたのか。聞き慣れた声が俺の耳に飛び込んできた。おお、横川じゃん。ずいぶん飲んでいるのか、かなりの上機嫌だ。横川、大丈夫か？気遣う言葉が出たことに自分でも驚いている。だが横川はギラギラした顔で俺を睨みつけるや否や。お前みたいな底辺の人間に心配されるほど落ちぶれてねえよ。いいか？そう言って、横川はワイングラスを取りながら、俺はな、あの有名な横川商事を任された人間なんだよ。お前ら、今のうちに俺の機嫌を取っておいた方が賢明だぜ。そう言って、誇らしげに高笑いをしている。すると、目の奥が座り、俺の顔を覗き込んだ。おー、中卒くんじゃないか。相変わらず貧相な格好してんな。まあ、今日ぐらいは高いワインを恵んでやるよ。そうして横川は手元のワイングラスを俺の頭上に掲げ、ワインを浴びせてきた。あまりの修羅場すぎる現場に周囲は静まり返り、俺たちを注視している。せっかくの同窓会がすっかり台無しとなってしまった。芳醇な香りが全身に染みつき、気分は最悪だ。どうだ？中卒くんも高級なものを目いっぱい味わえて幸せだろ？はっはっはっは。自分が優遇されているのをいいことに散々悪事を働いてきたあの頃と横川はみじんも変わっていなかった。俺は怒りを通り越し、密かに抱いていた期待感がもろとも打ち砕かれていく失望感でいっぱいになった。横川、俺、決めたよ。決めた？何が？馬鹿にしたような顔の横川に、俺は無情な宣告を突きつけた。お前はクビだ。周囲が一瞬静まり返った。クビって、なんだよそれ。ははは。中卒くんは日本語もできないのかな？横川が理解不能といった様相で尋ねてくる。だが、俺は真面目な顔をしていった。どういうことって、
その言葉通りだ。周囲がざわつき出す。九段の同級生が俺の肩を叩いて頭に思い浮かんだ疑問を口にした。なあ、お前って、今何の仕事してるの？俺は今、横川商事に次いで有名と名高い食品会社で働いている。俺は懐から取り出したハンカチで頭や顔を拭いながら説明を始めた。今俺は企業買収を任されていてね、ちょうどお宅の会社の買収計画を進めているところなんだ。次期社長のお前なら誰よりも知っているはずだと思うんだが。はあ？お前何言ってんの？横川は強がっているものの、よく見ると唇を引きつらせ、額には汗が浮かんでいる。社長の福沢から正式に話が来ているはずだと思うけど、福沢社長？まさか、お前が勤めている会社っていうのは。横川の顔が完全に真っ青になっている。そう、俺が今働いているのは、父が社長を務める福々商事だ。俺は中学卒業後からこの会社に入り、今は常務という立場で会社全体を取り仕切っている。高校に進学せず働く決意を固めたのはいいものの、このご時世、中卒の人間を雇ってくれるような会社はほぼ皆無だった。こうなってはなりふり構っていられない。俺は求人と名の付くものに片っ端から応募し、物流倉庫でアルバイトとして働いていた。しかし、中卒の壁は思った以上に厚かった。俺の学歴を知るや、なぜか周囲の視線は冷たくなっていったし、社員登用の話も俺にだけは声がかからなかった。この先、俺は工場バイトのまま人生が終わっていくのだろうか。そんな途方に暮れたまま、いつものように仕事を終え、家に帰ってきた時のことだ。ただい。お帰り。そこにいたのは、まさかいるはずのない父だった。あの頃の面影から随分と年を取り、髪には白いものが混じっている。力のない笑顔を見せた父だったが、俺は今までの苦労を思うあまり怒りがこみ上げてきた。今更のこの子帰ってきたのかよ。こっちがどれだけ苦しんだかも知らないで。すると、父が土下座のような格好になって、母さん、清、この通りだ。涙声で謝罪を繰り返してきた。会社をうまく軌道に乗せることで精一杯で、家を顧みる余裕がなかった。もちろんどんな理由であれ、お前たちにいらぬ苦労をさせてしまったことに変わりはない。本当に心から申し訳なく思ってる。俺も母も何の言葉を発することなく、ただ父を見つめるだけだ。許してほしいとは言わない。だが、お前たちにせめてものお詫びをしたいと思ってる。家中が静まり返っている。やがて母が口を開いた。どうあれ、あなたが帰ってきてくれたことには感謝してる。これまで通りとはいかないかもしれないけど、また少しずつ家族としてやり直していきたいとは思ってるわ。だけど条件がある。なんだ？この子をあなたの会社で正社員として働かせてあげて。俺は思わず母を見た。清はね、高校に進学しないで頑張って働いてくれているの。本当は同じ年頃の子たちと遊びたい盛りだろうに。でもその学歴のせいでなかなか正社員になれなくて苦労していてね。母の顔は怖いほど真剣だ。どれぐらい時間が経ったのだろう。わかった。清にはうちで働いてもらおう。その代わり高卒認定の試験を受けるんだ。いいな。その声色には父なりの切実さがにじみ出ていた。父として高校を諦め働かざるを得なかった俺の将来を案じてくれているのだと思った。そうして俺は工場バイトから名だたる会社の社員としての一歩を踏み出したのだった。もちろん最初はそれなりの苦労があったというよりも苦労の連続だった。
社長の息子というだけでやっかみの対象で見られ、ちょっとのミスでも強く責められることは珍しくなかった。会社という組織で働くのが初めてということもあって、社会人としての常識やビジネスマナーが理解できず、その度に冷や汗をかいた。だからといって、周りの先輩や同僚はただ冷笑するだけで助けてくれるわけではない。俺は社内で完全に孤立していた。それでも必死にしがみつき、誰よりも積極的に雑用に走ったり、上司や先輩からのいきなりの無茶ぶりにも一生懸命答えていった。だが必死に作り上げた資料を苦笑いしながらゴミ箱に放り投げられたり、俺のデスクにゴミがぶちまけられているのを目の当たりにするたびに何度もやめたいと思った。これだけの努力をしていても、社長の息子という色眼鏡で自分を判断してくることが悲しかった。それでも、なんとかここまでやってこれたのは、母の存在があったからだ。複雑な感情をすべて飲み込んだ上で、俺を父の会社で雇ってほしいと言ってきた時の母の気持ちは、きっと体中を痛めつけられるような思いだったに違いない。母のためにも、何としても会社の期待に応えていかなければ。そうしてがむしゃらに頑張り続けていくうちに、少しずつだが俺の仕事ぶりを評価してくれる人が増えてきた。次第に同じチームの一員として接してくれるようになり、それが仕事の成果にも少しずつ現れていく。それが他の社員にとっても程よい刺激になったのだろう。会社の売り上げも年々右肩上がりになっていった。その結果、その働きぶりが認められた俺は、見事昇進を果たしていき、今年から常務として重要な仕事を任されるようになったのだ。そうして数年前から経営悪化の一途をたどっていた横川商事の買収話を本格的に進めるべく、横川商事の役員たちを中心に話し合いを重ねてきた。キヨ、すっごい出世してんじゃん。まさか同級生で常務になる人がいたなんて。これから気安く誘えないじゃん。俺の思わぬ正体に周りが騒然としだした。だが横川はなお信じられないといった表情で、嘘つくな。俺は認めないからな。そんなほら話。と俺を認めようとしなかった。まあ社長は息子が可愛いのか、会社の現状をあまり話していなかったみたいだしな。知らなかったのも無理はないよ。だが父は、俺を社長にと。その話なんだけどね。俺は真剣な顔になった。父から横川商事の社長役員以下経営陣一切を刷新するようにと言われている。そんな。横川の表情が凍りついた。でも、それを断行できるだけの判断材料がない。そんな時に同窓会の知らせが来てね。お前が次期社長になるという話を思い出した。お前ならきっとここに来るだろうし、その時に会って話をしてみてからでも遅くないと思ったんだよ。でも、俺は胸いっぱいに広がる失望感を吐き出すように息をついた。横川、お前は全然変わっていなかった。相変わらず人をこき下ろして馬鹿にするその態度も、根拠もない自信満々のところも。だからといって、首はあんまりだ。なあ、助けてくれよ。同級生だろ。先ほどの横柄な態度から打って変わり、情けない姿ですがりつく。だが俺はそんなことで態度を軟化させることはしない。経営者として当たり前の判断をしたまでだ。会社を存続し続けていくのは、お前が思っているほど甘くないんだよ。そうして俺は、うなだれている横川の両肩をがっしりと掴み、正面から見据えた。俺は社長の息子だという理由だけで理不尽な思いをたくさんしてきたんだ。でも俺はそれでも諦めなかった。俺がこの会社に尽くすことしか道がなかったからだ。それに比べてお前はとっても恵まれている。いい高校に入り大学を卒業させてもらってるじゃないか。俺よりも選択肢がたくさんあるじゃないか。
人生で一度くらい死に物狂いで努力してみろよ。俺は涙をこらえながら震える声で横川に語りかける。だが横川は一言も発することなく、ただ黙って俺を睨み続けるだけだった。あの同窓会から1ヶ月が経ち、俺は父と一緒に横川商事が入っているビルの前にいた。今日、買収話を正式に進めようと思う。昨日、そう父に打ち明けた俺は、ある条件を打ち出した。父は渋々といった表情だったが、最後は俺の話に納得してくれた。お待たせしました。横川商事の社長が、うやうやしく頭を下げながら会議室に入ってきた。息子である横川も、後に続いて入ってきた。横川社長は、改めて、息子を次期社長として会社を継いでもらうことを考えていると話してきた。それで、買収の件なのですが、社長に促される形で、俺は話を始めることにした。だが、横川の態度は次期社長どころか、社会人としても目に余るほどひどかった。俺は思わず荒ぶった声を出してしまった。おい、横川、ちゃんと話を聞いてるのか？会社の今後を左右する大事なことなんだぞ。それでも社長の自覚があるのか？ふん、お前には言われたくないね。すると横川が隣に座る自分の父親に対し、とんでもないことを話し出した。なあ、父さん、こいつみたいな親の力でのし上がってきたような人間に、うちの会社を任せちゃって大丈夫なのか？さも自分の方が有益な判断ができるとでも思っているのだろうか。俺の父も明らかに呆れた様子で見ているだけだ。ただでさえこわもての横川社長の顔がさらに険しくなっていき、バカもん、何を言っているんだ。お前はうちの会社の何を知っていると言うんだ。怒りのあまり、こめかみがピクピク動いている。横川は今まで見たことがないと言わんばかりの表情で、父親の顔を凝視するだけだ。横川社長は怒りを引っ込めることなく続けた。福沢さんがお話しなさった通りだ。今日のお前の態度は失礼にも程がある。会社経営ってのは遊びじゃないんだ。やる気がないんだったら、ここから出ていけ。ひぃ。あまりの迫力に、横川の口から情けない声が漏れている。そして社長はすっくっと立ち上がり、真剣な顔を俺たちに向けた。大変お見苦しいところをお見せしてしまい、申し訳ありません。親バカの私は、長年、息子を甘やかしすぎたようです。社会人になれば、いくらかしっかりしてくれるかと思ったが、それは間違いだったようだ。まさかこのような場で、こんな馬鹿をしでかすとは思いもよりませんでした。そして、新一郎の同級生とはいえ、福々商事常務のあなたには、数々の無礼を。親としても、本当に申し訳ない。頭を深く下げた社長に、父が声をかけた。あなたの気持ちはよく伝わりましたよ。福沢社長。立ち尽くす姿に、もはや大手食品会社社長の威厳はみじんも感じられなかった。横川社長は必死の形相で言葉を続けた。社長、常務、この横川商事の危機を脱するためにもぜひお力添えをお願いしたいのです。自分たちにはもう会社を続けていく力がひとかけらもありません。記者の傘下に入った暁には、私は会社一切の経営から離れ、ここを去ります。当然役員一同も同じ覚悟をしております。その代わり、従業員、大切な社員だけは誰一人辞めさせることなく残してほしいのです。そう言って社長は額がテーブルにつくぐらいに深く頭を下げてきた。俺は父を見た。父が目を閉じて何かを考えているようだ。親父。小さい声でぼそっとつぶやく。父が深く顔を縦に振った。横川社長。俺はおもむろに口を開いた。はい。社長がどれだけ会社のことを大切に思っているのかがよくわかりました。
そこまで言うのでしたら、もう一度挽回するチャンスを差し上げましょう。チャンス？思いもよらない話の方向に、横川親子はポカンとした顔をしている。チャンスです。社長は先ほど会社を続けていく力が一かけらもないとおっしゃったが、社員や従業員を思う気持ちがあれば、まだまだできることがあるのではないかと私は感じました。もちろん我々も最大限のサポートはさせてもらいます。ですが、それでもダメならば、今度は容赦なく、こちらのやり方に従ってもらいます。常務、そのなんとお礼を申し上げればいいのか。目が潤んでいる社長の横で、横川が体中のすべての力が抜けたかのようにぼーっとしていた。俺はその二人を交互に見ながら話を続けた。私はずっと父を憎んでいました。横川から驚きの声が漏れた。仕事を言い訳に家庭をないがしろにし、俺は高校進学を諦めるしかなかった。いつか父を見返してやりたいという一心でした。でも母は、誰よりも辛い思いをしたであろう母は、そんな父を許した。許すと言った時の母の凛とした姿は、今でも脳裏に焼き付いている。最初はそんな母を理解できなかった。でも今なら、母が許そうと思った気持ちがわかるようになった。母から許すことの大切さを教えてもらったんです。清。横から父のつぶやきが聞こえてきた。今の俺があるのは母が父を許したからです。そうして最近、俺もようやく父を許せるようになった気がします。横川社長がうんとうなずいている。俺は背中を押されるように続けた。人はやり直せます。逆境を乗り越えた分だけ人は強くなれるんですよ。そう言って俺は横川の方を向いた。横川。ふてくされた様子で背もたれに寄りかかっている横川がちらっと俺を見た。ここからだよ。ここからがお前の頑張り時じゃないか。でも俺、会社のことなんて何一つ。俺は彼の肩に手を置いた。今からでも大丈夫だ。一生懸命やれば結果は必ずついてくるよ。福沢。初めて見せてくれた微笑みに俺も思わず微笑み返した。あれから数えきれない話し合いを重ね、横川商事は福々商事と業務提携することで合意し、再生への道を歩み始めた。そうして横川が新たに社長に就任し、社長は顧問として経営に関わっていくこととなった。それからというもの、横川は人が変わったかのように働き、横川商事の息子というプライドをすべてかなぐり捨てて、取引先一軒一軒に頭を下げ、少しでも信頼を取り戻そうと日夜駆けずり回っている。そんな横川社長の姿に刺激されたかのように、社員一人一人の意識も少しずつ変わり始めた。長年、大手企業という看板にすっかり慢心し、出世争いと派閥同士のごたつきでうんざりした空気が蔓延していたものの、危機的状況に一人一人が立ち上がり始めた。それぞれができることをしようと、営業部はより一層営業に力を入れ、総務課はいつでも取引先をお出迎えできるようにと環境整備に力を入れていった。横川は特に社員の働く環境を良くしていきたいと福利厚生を見直し、一部の社員だけが得をするような制度は一切廃止し、誰でも気軽に行使できるようにしていった。そんな一人一人の変化が功を奏したのか、階段を積み上げていくように売り上げが伸びていき、今年は少額ではあるものの、全社員にボーナスを支給することができた。それに引っ張られるかのように、うちの会社も業績が右肩上がりに伸びていき、今ではスポンサー企業として様々な広告を出せるまでになった。福沢社長、早く。ちょっと待ってくれよ。同窓会をきっかけに気の合う同級生たちとよく会うようになった。
最初は横川を敬遠していた彼らも、横川のあまりの変わりように驚き、今では冗談を交え合う仲だ。なあ、その社長って呼び方、やめてくれない？そう言って、俺は大げさに顔をしかめた。いや、まあ、ついつい癖でさ。照れるあまり顔をかく仕草を見せる横川だが、その様はなんだか可愛らしい。じゃあさ、せめて仕事から離れる時ぐらい、昔の呼び名で呼んでよ。忘れた。お前、一時そう呼んでくれてたじゃん。よく覚えてんな。横川が呆れたように言う。よし、じゃあ今から一度でも俺を社長って呼んだら、その度に酒を一杯ずつおごれ。我ながらいい考えだ。まあいいや。わかったよ、福沢くん。福沢くんって初めて聞いた。じゃあ、前を歩いている横川が不意に立ち止まり、懐かしいそのあだ名を口にした。ありがとな、キヨ。人間はどうしても悪い感情に引っ張られてしまうと、それに囚われ続けてしまうものだ。事実、中卒だの、社会の端くれ者だと周囲から蔑まれるたびに、俺は自分の境遇を何度も憎んだ。もし父を許すことができないままでいたら、俺は横川たちに手を差し伸べようと思わなかったかもしれない。横川からあれだけの嫌がらせを受けても、彼を決して見放すことができなかったのは、俺も同じぐらい苦しみ、あがいていた時代があったからだ。そうして乗り越えてきた人間は、これからどんな逆境にぶつかっても、きっとこれからも乗り越えていける。やり直したいと強く思えたら、そこから変えていけばいい。これからも会社の名におごることなく、正々堂々と社会の荒波をかき分けながら、かけがえのない仲間たちと頑張っていきたい。